はい、皆さんこんにちは、菊丸です。今日もよろしくお願いします。前回はこちらのサビ生地掛けの収納方法をお伝えしたんですけども、このサビ生地掛けも自分で作れるようになるとコストも安く済みますし、何より自分で作った仕掛けで魚が釣れるともうめちゃめちゃ楽しいです。なので今回は私がサビ生地掛けを作るときに行っている枝酢結びをご紹介したいと思います。枝酢結びにはいろんな結び方があると思うんですけど、私が重要視しているポイントは、まずは結んだ後の枝の向き、これが必ずこちらが上でこちらが下なんですけど、必ず結んだ後枝が上を向いて出ること、これがまず1点です。そして結び方が簡単で結び目がほどけないこと、これが2点目です。そして最後にこの枝を結ぶ場所ですね、これがラインのどの場所でも簡単に結べることが大切だと思います。この3つが私の枝酢結びで重要としているポイントになります。現在結んでいるのは両方とも6号のフロロカーボンを結んでいます。今からラインを引っ張ってみるので、結び目の強度を見ていただければと思います。ちなみに結び目のこの出っ張った部分は 4mm ぐらい残してカットしています。それではこの枝の部分をラジオペンチでつまんで、本線を手で引っ張ってみたいと思います。それでは引っ張ります。結構強くラインが若干伸びるぐらい引っ張っても結び目がほどけてないのがわかるかと思います。結び目の強度はこんな感じです。ラジオペンチでつまんだところがちょっと取れてしまいましたが、それぐらい強くつまんで引っ張っていてもこの結び目はほどけないのが分かったかと思います。で、その枝もきちんと上を向いていることが分かるかと思います。それでは結び方を説明していきます。ちょっとまず見やすいようにラインをこの赤のロープとこの黄色のロープで結んでいきたいと思います。この黄色のロープを枝のラインにします。私の結び方はそんなに特別なものではなくて、既存の結び方を少しアレンジした結び方になります。既存の結び方はちょっと名前がわかんないんですけど、漁師結びとかで出ているのかもしれないです。それではまずラインをこのように持ちます。こちら下でこちらが上になります。まずはラインを人差し指で押さえながら1回転輪っかを作ります。そのまま次は2回転目輪っかを作りながら親指を入れて下の紐を引っ張り出します。はい。で、さらにその下になった紐を引っ張ります。はい。そして漁師結びと呼ばれる結び方は、このできた輪っかに枝のラインを通します。こんな感じで枝のラインを通して上下を縛っていく。これが漁師結びで検索すると出てくる枝酢の結び方かなと思います。私の結び方ではこの赤色の本線のラインの結び方は同じで、そこに通す黄色のラインの通し方が異なります。漁師結びでもいいんじゃないのと思われるかもしれないんですけど、私がこの結び方を断念した理由が、まずちょっと結んでいきます。人差し指で1回転して2回転目で下の紐を取って、さらに中の紐を取ります。このできた輪っかに枝のラインを入れて締め込みます。締め込んだ時に枝のラインが V の字になると成功なんですけど、なかなかこの V の字ができなくて、素早くピュッと引っ張るとできやすいんですけど、今度素早くすると枝の長さの調節がすごくしにくくなります。で、V の字になったと思って枝を引っ張ると枝が抜けることもありました。そして枝が抜けてしまうと、もう本線が癖がすごくブヨブヨついていって使い物にならないような感じになってしまいます。なのでサビ生地掛けのように決まった長さの枝を複数つけたい場合は途中で失敗ができないので、ちょっと厳しい結び方だなと思います。あと結んだ後の枝の向きが少し不安定なのが断念した理由になります。枝は結び目から上向きに出た方が絡みにくいと思います。それではもう一度結んでいきます。少しスローで再生します。まずはラインの上に人差し指を置いて時計回しに1回転。
そして2回転目に親指を入れて下側のラインを取ります。奥側に来たラインをさらに取って準備完了です。これができるようになったら、あとはここに枝のラインを通すだけです。先ほど説明した両針結びだとこの穴に枝のラインを通すようになります。この穴に通すのが両針結びです。そして私の場合はこの穴も使うんですけど、まずは上の穴から通していきます。下から入れて上に出します。こんな感じになります。そして先ほどの両針結びと同じ穴も下から通して上に抜きます。はい。そしてこれを締め込んでいきます。実際結ぶ時の手順はこんな感じです。1周して2周目で下のラインを取って奥に来たラインを手前に持っていきます。この輪っかをキープした状態で枝のラインを持ってきて下から上に通します。そしてまた下から上に通します。ここで少し本線を締め込みます。軽く締め込んで、そうすると2つの輪っかに通しているので糸が抜けずに、この状態で枝の長さを調節しやすくなります。枝の長さが決まったら、まずは本線同士を引っ張ります。そして本線同士を引っ張ったら、次は本線の上側と枝の長い方を引っ張ります。そしてその後枝の短い方と本線を引っ張ります。そして最後にもう一度本線同士を引っ張ります。これで締め込みは完成します。それでは実際のラインを使って結んでいきたいと思います。今回は枝巣のラインも同じラインで代用します。枝巣の長さを正確にするには、欲しい長さのところを軽く折って印をつけておくと作業がしやすくなります。これが今回の枝巣とします。上から人差し指を当てて1周します。2周目に親指を入れて下のラインを引っ張り出します。そして奥にあるラインをさらに引っ張り出します。はい、こんな感じ。輪っかをキープしたまま枝巣のラインを取って最初の輪の下から上にラインを通します。そして次の輪っかも下から上にラインを通します。ラインが通せたら軽く本線を引っ張って結び目を小さくします。結び目が小さくなったら枝の折って印をつけたところを結び目に合わせます。位置が決まったら本線を引っ張って締め込みます。本線同士の締め込みが終わったら本線の上側と枝の長い方を締め込みます。次に枝の短い方と本線の上側を引っ張って締め込みます。最後にもう一度本線同士を引っ張ります。そして枝巣のいらない方のラインを 4mm から 5mm ぐらい残してカットします。はい、これで枝巣結びの完成です。はい、いかがでしたでしょうか。今回は私が行っている枝巣の結び方を紹介しました。この結び方を一つ覚えておけばサビ生地掛けも作れますし、胴付き仕掛けの仕掛けで針が1本切れてしまった場合も船の上で直すこともできます。また私はフロートメバリングなんかでもフロートをつけたりワームを2つつけたい場合も使ったりしました。よかったら皆さんも試してみてください。皆さんの釣りが少し楽しくなったり何か参考になればと思います。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。